はい、こんにちは。ニューヨークファンクフィジオの高田です。本日はですね、スポーツをやってて非常に起こりやすい怪我、捻挫についてちょっとお話をしていきたいと思います。なんで捻挫はほっとくと良くないのか。よく起きる捻挫のメカニズムはこっちが外側にこう足首をぐるっと回しちゃうことなんですけれども、これをインバージョンスプレインと言います。で、ここに靭帯が3つ走っていて、その中の一番前の靭帯、これを伸ばしたりとか切ってしまうことが多いんですね。内側の靭帯を損傷することっていうのはほとんどないです。もちろんその事故とかの場合ですごい力が加わった時に起きるんですけども、大抵の捻挫って皆さんこっち側の外側の前の靭帯を伸ばしてしまったとか切ってしまったということを言うと思います。この捻挫を治療しないでほっとくと非常に問題起きます。で、また治療者の中にはなんか腫れが引いて痛みが引いたら OKと言ってしまう方もすごく多いんですけども、これ非常に怖いんですね。で、捻挫っていうのはちゃんと治療してあげないと長い年月をかけてやはり問題を起こすんですね。それが関節炎だったりとか、また他の問題とか転倒につながったりとか。なんで捻挫っていうのが繰り返しやすいと言われるのにはやっぱり理由があります。で、その理由についてちょっと3つぐらい挙げていきたいと思うんですけども、1つは残念ながら切れた靭帯っていうのは再生されないと言われています。もちろん少しのレベルでこう良くなってきたりとか縮んだりとかすると思うんですけれども、完全に切れてしまった靭帯の組織っていうのは、再生されないと医学的には言われていますので、もちろんこれバッと切れちゃった場合にはもうここすでに不安定になってしまうので、その不安定さがまた同じような捻挫を引き起こす危険性っていうのはあります。で、2つ目がですね、関節の中には関節のポジションを感知するセンサーがいっぱい張り巡らされているんですね。それを捻挫とか例えば手術とか怪我をすることによってそのセンサーがちょっとシャットダウンされてしまうんです。で、それは自動的には戻らないと言われてるんですね。なので自分の中でこの関節のセンサーがなくなる、バランス感覚がなくなる、自分の中ではね、もう視覚でバランスを取ってるつもりなのかもしれないですけれども、関節の中のセンサーが働いてないので、うまくこうアジャストができなくなるんですね。そのためにまた同じようにグリッと捻挫をしてしまう。で、最後にですね、僕が一番懸念しているのは、こうひねった時っていうのは見てわかるように、足首とか足っていうのは非常に小さい骨の集まりでできています。なので、このグッとひねった時にただ単に靭帯を伸ばしたっていうことはないんですよね。靭帯を伸ばすほどの力が加わった時っていうのは必ずこのちっちゃい骨を同時に引っ張ってずれさせています。なのでこれが一番私が懸念するんですね。で、これは一回こうグッと伸ばしてると意外とこのままの状況でも止まってしまって、中にはですね、もう何十年も前に捻挫したんだけどっていう人の足を見ると、もうこの足がこのままね、スタックしてしまったりとか、足の状況のこの骨を見るとここでも止まっちゃってたりとかで、動きが悪かったりするんですね。で、それが一番怖いんです。で、痛みがなくなるんで、あ、治ったと思うんですね、本人は。でも実際この辺の元の状況は戻ってなかったりするんです。で、一番怖いのはこういう状況なんですね。ほとんどの場合がこの内側にひねった状況だとこういう状況になります。で、見てわかるように何が起きるかっていうとですね、内側の足首の骨の方が絶対圧迫を受けやすくなるんです。こういう感じになるので。で、外側の方が体重をやっぱり受けやすくなるんですね。で、内側のその土踏まずのところがキュッとこうなってしまうので、ここの足底筋膜とかストレスかかって足底筋膜炎とかを引き起こしやすくなったりするわけなんです。で、これがちょっと捻挫の怖いところなんです。これをちゃんと直してってあげないと、将来的にまた繰り返しの捻挫や、その後なんか理由もわからないけど関節炎を引き起こしてしまったとか、足底筋膜炎を引き起こしてしまったとか、こうビシャスサイクルって言いますけど、どんどん悪い方向に走っていくんです。で、やはりこれをちゃんと直してあげる必要があります。で、さっき言ったこの靭帯に関しては、切れた靭帯はなかなか再生はされないので、他の筋肉を鍛えてあげることが大切です。で、一番よく言われるのがこのペロニアスロンガスっていう筋肉を鍛えてあげると、その靭帯のカバーになると言われているので、それのリハビリは大切になってきます。
そしてさっき言ったようにバランスのセンサーがちょっとシャットオフされちゃうので、そのセンサーを呼び起こすためにやっぱバランス運動っていうのは非常に大切になってきますね。バランスっていうのは年齢とともにどんどん低下はするんですけれども、ちゃんとトレーニングをしてあげると必ず良くなるんです。もうこれギャランティーです。必ず良くなります。ただやらないとどんどん年齢とともに低下していくものなので、やはり皆さん、捻挫したとかしなかったにかかわらず、バランストレーニングっていうのはある程度機械を見てやっていく方がいいと思います。で最後にこの骨の移動なんですけど、これを自分で戻すのはほぼ不可能です。やはりこういったことをちゃんと直せる、セラピストとかにちゃんと見てもらって、捻挫したんだけどちょっと足首の動きを見てくれないということでちゃんと相談した方がいいと思います。我々はその CFMT という、ファンクショナルモビリゼーションですね、というやり方でこの骨を戻すやり方をやっていますけれども、そういったこと、そういったテクニックを通してちゃんとこの骨をこの位置からちゃんと戻してあげる。でちゃんと普通の状況で動けるような状況を作ってあげるっていうのがやはり必要になってくると思います。やっぱりずっとこの状態で使ってると、骨も片っぽ一箇所だけでずっと同じ負荷を受けてれば、それは関節炎にもなりますし、軟骨も擦り切れてしまいますし、いろんな腱とか靭帯に負担をかけてしまいますよね。なので、そういったことも含めて捻挫をしたら一度ちゃんと治療した方がいいと思いますよ。